ソンフンは一般人の時から有名人だった。噂の氷の王子が入社してきてヒスンはびっくりしたとか。さらに氷の王子は性格までも超クール。喧嘩でメンバーを凍りつかせた事件とは。美女団揃いのエンハイフンの中でも公式美女団として光り輝く王子様のソンフン。もしかして本当にどこかの王子様なのではないでしょうか。いつか公表してくれるかな。おっと失礼。ソンフンはエンハイフンとしてデビューする前の経歴もキラッキラ。フィギュアスケート選手として活躍していたことは有名ですよね。韓国内だけでなく国際大会に出場した経験もあり、かなりの実力の持ち主だったんです。容姿端麗でフィギュアの実力もあることから、実際にちょっとした有名人で、小学生の時にはテレビで取材なども受けていました。ソンフンがフィギュアを始めたきっかけは家族の勧めですが、最初はアイスホッケーをやっていたことはご存知でしょうか。ソンフンは弱視で右目が見えにくい時期が幼少期にありました。そのせいか性格が内向的だったため、積極的な性格になるようにと7歳の時に習い事として始めるのですが、体格の問題でアイスホッケーからフィギュアスケートに転身したそうです。なのでもしソンフンの体格が良かったら、アイスホッケーの選手だったかもしれません。またちょっとイメージ変わりますよね。9歳の時にフィギュアに転身しみるみる上達。実力に加えて、この美女です。韓国ではイケメンフィギュアスケート選手としてメディアに登場し、アイドルになる前からすでに有名でたくさんのファンを抱えていました。アイドルのソンフンもかっこいいけど、フィギュアスケート姿のソンフンも捨てがたい。キャッチコピーが氷の王子なのも納得です。しかし BTS に憧れてアイドルを目指したいと思い始めたソンフン。フィギュアの実力もあり有名だったので周りから反対もあったそうです。なのですぐに辞めることはできず、アイドルの練習生とフィギュア選手の二刀流で活動を始めます。体力お化けすぎんか。しかも憧れの BTS が所属するハイブの練習生になれたのもすごいですが、学校とフィギュア選手とアイドルの練習生とって一日をどうやって過ごしていたんだろう。24時間じゃ足りなそうです。そんな二刀流最強ストイックな容姿端麗入り男子が入社してきた時の心境をエンハイフンのリーダーヒスンが語ってくれました。ソンフンとヒスンはルセラフィムのうんちがホストを務める YouTube 番組うんちのスター日記にゲストで登場。お互いの第一印象について聞かれたヒスンは練習生時代を振り返り、実はソンフンが入社する前から存在を知っていましたと告白。なんとヒスンは Facebook を通してソンフンのことを知ったそうで、 SNS ではかっこいいフィギュア選手がいる、漫画から飛び出てきたフィギュア王子とソンフンの美貌が大きな話題になっていたんだとか。ヒスンはその SNS を見て、こんなにかっこいい人がいるのと思ったと話し、話題のフィギュア王子がハイブに入社してきた時、同じハイブの練習生だったヒスンはかなり驚いたそうです。すごく不思議でした。一緒にデビューしたらすごく面白そうだなと思いました。そして噂のビジュアルへの印象はいかがだったかというと、実物で見てもかっこよかったとソンフンの美しい美女をベタ褒めするヒスン。そんなヒスンのエピソードに、ありがとうございますとクールに答えたソンフンは、なんかもう安定というか当たり前に受け入れている感じも王子すぎる深くなんよな。このエピソードにファンは Facebook で見てたフィギュア選手と同じグループになるなんて思いもしなかっただろうな。練習生になる前からメンバーのことを知ってるなんてそうそうないよね。入社前からソンフンのこと知ってたのすごい。選手の時からソンフンは本当に有名だったみたいだね。もうこれは運命的な出会いと言ってもいいでしょう。しかし王子の意外な一面が表沙汰に。なんとソンフン、メンバーと1対6で大喧嘩したそうで、凍りついたという事件あったとか。 YouTube チャンネルディグルで公開された番組ご近所スター K に登場した時のこと。当時の喧嘩エピソードをソンフン、ヒスン、ジョンモンの3人が告白。デビュー初期にソンフンと他のメンバーたちが1対6で大喧嘩したことがあったそう。 MC のジョナダンがソンフンに「これは事実か?」と尋ねるとソンフンは真剣な表情でコクコクとうなずきます。この事件かなりガチな喧嘩だったのか、その後ヒスンは「これ放送されませんよね?」と不安げな表情を見せていました。しかしヒスンの心配はよそにバッチリ放送されてしまいます。ソンフンは当時のことを物事が猛スピードで進むのでみんな神経質になっていました。言葉をきつい言い方で話してしまって神経質になっていたのでことが大きくなってしまいましたと振り返っています。エンハイフンはサババンアイランドでデビューが決定した後、休む間もなくすぐデビューに向けての準備がスタート。体力的にも精神的にも相当大変だったと思われます。1対6になってしまった孤独な喧嘩。
最終的にどう決着がついたのか尋ねられると、ソンフンは5人は部屋から出て行ってしまって、ヒスンヒョンと僕だけが部屋に残りました。僕が謝ってそれで泣いてしまいました。ヒスンは突然頭を下げて世界が崩れたかのように泣いたんです。辛かったんだなと思いましたと最年長。ヒスンの包容力やばこのリアコ製造を決め、ここまでも沼らせてくるのか。この喧嘩に対しジョンウォンはあまりにも怖くて喧嘩に参加することができなかったですとコメント。マンネは震えて見ていたらしい。ソンフンとメンバーの喧嘩エピソードにファンは、うなずく時のソンフンの表情が良すぎる、結婚してジョンウォンが怖がるほどって一体どれだけ怖かったんだろう。このエピを見てソンフンに怒られたいという謎の欲望が生まれたと。さすがエンジン。ソンフンの新しい一面に謎の好奇心が出てくる人が続出でした。デビュー初期は7人で1部屋の宿舎で生活していたメンバー。毎日定例会議を行ってより喧嘩も多かったそう。当時について2期は、僕たちはサバイバル番組で作られたグループだからこのメンバーでデビューするとは知らなかったんです。ジェイクはお互いを知る過程が必要だったので、素敵じゃないか。みんな真剣だからこそ本気でぶつかるんだよね。ちなみにエンハイフンが7人で1部屋と聞いてウンチは驚愕し、ルセラフィムは最初から1人1部屋だったと聞いて、ニキとジェイクは大ショック。ハイブの宿舎事情はこちらで調査報告をまとめております。このソンフンの喧嘩のエピソードが公開されたのはカムバ前の2023年4月22日、ちょうど1年前くらいなのですが、バイとミーのトレーラーのスポだったのではと噂になっています。このトレーラーはエンハイフンおなじみゴリゴリのヴァンパイアコンセプトで、主人公がソンフン、他メンバーが全員敵という内容でアクション映画仕立てになっています。ここでも1対6で戦っているソンフン。デビュー当初と重なるものがありますよね。偶然でしょうか。エンハイフンの世界観、いろいろ考察出ていたりするし、引きつけられる何かがありますよね。ただキラキラしているアイドルってだけじゃなく、あえてダークな感じのコンセプトで行く路線はやっぱりエンハイフンでしか成り立たないって思います。こうやってリアルなメンバーの心境や状況が音楽や作品に組み込まれていると思いながら鑑賞すると、ファンからしたらとんでもなく興味が湧きますし、楽しみも2倍3倍。2024年のカムバも待ち遠しいですよね。予想では6月頃とファンの間では予想されているので、日本ツアーのエンハイフンワールド、フェイトプラスインジャパンでは披露してくれるのかなと期待しちゃいます。しれっと曲のスポとかもうすでにしてるかもしれないですよね。本当に楽しみです。話が少しずれちゃいましたが、まとめるとソンフンは怒っていても泣いていても戦っていても美女が美しいということ。そしてエンハイフンはぶつかり合いながらお互いを理解し合い良きチームへと成長しているということ。毎日一緒にいるんだからぶつかる時もあるに決まってる。今後もさらなる活躍が楽しみだし、どんなエンハイフンでも応援し続けたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。